はい、どうも、こんにちは。くまです。今日はですね、アコギの弦の太さについてお話ししてみようと思ってます。アコギの弦に関してなんですけども、皆さん、アコギの弦はどれくらいの太さを張ってますか？おそらく、1弦が1、2のセットを張ってる人が一番多いと思うんですけども、でもぶっちゃけ、1、2の弦ってちょっと太くないですか？で、特にエレキを弾いてる人ならそう感じる人が多いと思うんですけども、で、そこで、実は自分の推測なんですけど、昔のアコギの弦って実はもっと細かったんじゃないかって思ってるんですよ。で、その理由を今回マーチンの歴史を見ながらちょっと検証してみようっていうことです。で、アコギちょっと弾きづらいなとか、3弦チョーキングしたいなとか、マーチンのアコギの歴史ちょっと興味あるなっていう人は、ぜひ見てください。では、本題に入ります。よろしく頼むぞ。で、弦の太さに関してなんですけど、ギター本体について書いてある本っていっぱいあるんですけど、弦について書いてある本ってほとんどなくて、昔はどれぐらいの太さを張っていたかとか、書いてあるものは見つけられなかったんですよね。なので、長い歴史のあるマーチンの歴史を見ていきながら推測しました。じゃあ、この今の弦の太さになったのっていつぐらいだと思います？自分の推測なんですけど、おそらく1930年代前後だと思ってます。もし正確にわかる人がいたらコメントでぜひ教えてください。で、その根拠となる出来事3つ紹介します。でまず、1916年、ドレッドノートの開発ですね。これマーチンが開発して違うメーカーの名前で発売されます。で、マーチンとして発売したのは1931年です。で、次に1939年、ブレーシングの位置をブリッジ寄りにしたですね。で、3つ目、1944年、ブレーシングのスキャラップ加工をやめる。この3つの出来事が今回の推測の元になっているので、この3つを説明していきます。お手柔らかに。まず1916年、ドレッドノートを開発。で、マーチンとして発売されるのは1931年ですね。で、今でこそこのドレッドノートっていう、このギターなんですけど、この大きさですよね。今でこそこの大きさが定番があるんですけど、昔のギターは実はもっと小さかったんです。なんで大きくなったかっていうと、音を大きくするためなんですね。で、昔は今ほど音響設備がしっかりしてませんから、他の楽器と合わせる場合って、ほぼ生音だったと思うんですよ。で、ギターの音って、他の楽器と比べると結構ちっちゃいんですよね。なので、音を大きくしたいっていうことから、ギター本体を大きくして音量を稼ごうとしたっていうことですね。先を急ぎましょう。次に1939年、ブレーシングの位置をブリッジに近くした。ということで、ブレーシングっていうのはトップの面の内側についてる木のことなんですけど、日本語で言うと力木って呼ばれたりします。で、これの中の木がここで交わってるんですね。バツみたいになってて、X みたいな感じで、こうなってるんですけど、で、この X になってるこの X ブレーシングって言うんですけど、これが昔はこのブリッジからちょっと遠い位置についてたんですよ。で、これを1939年にちょっとブリッジに寄せます。で、これなんでこうしたかっていうと、このトップ面の強度を上げるためです。これでどう？で、次に、1944年、ブレーシングのスキャロップ加工をやめる。で、このブレーシングって、太ければ太いほど強いんですけど、
そうなるとトップ面の振動を邪魔しちゃうんですよね。で、それで、程よい太さと、質量にすることによって、弦に耐えうる力と振動を阻害しないっていうのをバランスよく通るんですけど、それをするために、削って、振動をよくしてたんですけど、それを1944年にこれもやめてしまうんですよね。なんでやねん。なんで、ブレーシングを強くしていかなければいけなかったのか。これはですね、最初まず、ドレッドノートで、を作って、音を大きくしようとしたじゃないですか。で、それで、それだけじゃ、ちょっと足んねえなっていうので、弦を太くしてったんですよ。で、弦を太くすると、ギター本体が持たなくなっちゃうんで、で、それで、ギターを強化していこうっていうので、ブレーシングの位置を変えたり、その力自体を強くしたりとかして、音量を稼いだんですよね。で、当時、やっぱり音響設備っていうのがあんまり発達してなかったので、やっぱギター本体の音を大きくして、で、さらにそれでも足んなくて、弦を太くして音を大きくしていったっていう感じなんですけど、ただ、現在、その当時よりも、やっぱピックアップとかも後付けできたりとか、あとマイキングの技術もやっぱり発達してきてるんで、ぶっちゃけそんなにアコギ本体から大きい音量が出る必要ってないですよね。なので、そんなに太い弦にこだわる必要もないんじゃないかなと思ったわけなんですよ。で、まあこういう歴史を見ていくと、まあ、どんどん弦が太くなってきて、まあ、今に至るのかなっていうことで、やっぱその1930年代より前はもっと弦が細かったんじゃないかなっていう推測に至りました。で、この推測を思いついてから自分はちょっと弦を細くしました。すごい弾きやすくなって、逆にアコギが好きになって結構弾くようになったんですよね。で、アコギなら太い弦じゃなきゃダメみたいな、そういうなんかちょっと固定概念みたいなものを持っちゃってる人って結構いると思うんですよ。まあ自分がそうだったんで。で、それぞれですね、やっぱいいところがあるんで、こだわらずにいろんなものを試してみるのがいいんじゃないかっていうのが僕の考えです。なんでぜひ、細い弦も結構売ってるんで、10のやつで、3弦がプレーン弦のアコ弦なんかも売ってるんで、まあ、ぜひ、ちょっとギター弾きづらいなとか、3弦チョーキングしたいなとか、そう思ってる人は、ちょっとぜひ、細い弦を試してみてはいかがでしょうか。はい。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ではまた。